ピンポーン、ようこそ秘密基地にいらっしゃいました。今日も最初にグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで、もう今日は早速なんですけど、タイトルにある通り、ネットフリックスで配信されております。恋愛リアリティ番組、ボーイフレンドについて語っていきたいと思います。日本では初の、ゲイの方をね、集めた恋愛リアリティショー番組なんですが、もうこれが、もうどんどん見れば見るほど面白いということで、まあ、実はちょっとブータローね、もうずっと見てくれてる人はご存知だとは思いますが、このボーイフレンドについては、もう2本動画上げてまして、まあ1本目が第1話から第3話を見た感想、で、2本目が第4話と第5話を、第5話の前半か。で、今日見た、まあ、第4話を中心に喋ってる動画、こう2本を上げてるんですけど、もう今日は、今、配信されている第6話まで、配信されてるんですけど、まあ、そこを見た感想を今日は話したいと思います。まあ、毎週火曜日の6時に、少しずつ公開されてて、まあ、一応全10話を予定してるんですが、まあ、今のところ第6話まで配信が終わってて、また次の火曜日で7話、8話、2本。で、その次の週にまた9話、10話。でも終わりっていう感じで、もうちょっと後半戦に、向かってるわけなんですが、もうね、これもう全部、もう語りたいことだらけで、もう怒涛の展開なんですよ。こうなる、ああなる、みたいな。もうなんかちょっと脳が追いつくようで追いつかないような、なんかもうわけわかんない、もう続きが気になる、展開になってるんですけど、もう1から10からも喋るともうなんかもう時間がもう足りないっていうか、まあ、何があったかっていうと、まあ、一応見どころというのはもう大君、俊君っていうこうね、全くキャラの違う2人が今後どういう恋愛模様になっていくのかっていうのが、まあ、多分もうボーイフレンドの一番の見どころなんじゃないかなって勝手にブータロは思ってます。ここがすごいドラマがありそう、今後も。そう。で、あとはもう前回ちょっと注目したカズトくん、もう大モテの子がいるんですけど、もう3人の方から今のところ恋愛対象として見られてて、そこの恋愛がどう今後動いていくのかっていうのがまずもう見どころ2つ目ね。で、3つ目が、まあ、今回、もうちょっといきなりもうネタバレ多いんで、もうこっからちょっとね、ネタバレ聞きたくないっていう人はもう閉じてもらいたいんですけど、もう早速いきますね。はい。なんと、もう脱退者というか卒業者が出ちゃいました。第5話にて。と思って、これからいいとこじゃないのっていうとこで出ていった人がいます。それが、超ゲイ界隈では有名と言われている、ゴーゴーダンサーのゆうさくくん、覚えてる？ブートラも結構喋ってきましたけど、ゆうさくくんここで出ていくみたいなタイミングで出てっちゃって、まあもう感動もあり、なんか勇気ももらい、なんかちょっといろんな感じにさせられましたけど。で、まあそのね、ゆうさくくんが、まあ出てったことによる、今後の展開がまた見どころ。まあいろんな面で。まあ、カズトくんがどうするのかっていうのは、ブータローは個人的にすごい気になってるのと、あとは、その、ゆうさくくんに、こう、背中を押されてじゃないけど、あ、俺も頑張んなきゃなって思われた玄生くんの儚い恋。これが4つ目。もうここもすごい今後見どころなのかなと思ってます。で、なんかね、まあもう一個、ちょっと恋愛要素とは別で、まあいろんなブータローもボーイフレンドがちょっと楽しすぎて、いろんな動画があるのね、ダイジェスト、ネットフリックスの公式の YouTube チャンネルで、まあダイジェストが上がったり、未公開映像が上がったり、一番面白いのが、ボーイフレンドナイトっていうね、こうちょっと MC 陣プラスゲストを、そのボーイフレンドを見てる芸能人のゲストさんを呼んで4人で、その、振り返りながら、今後どうなるんやろね、あのシーンああだったよねって語ってる動画がめっちゃ面白くって、そこでね、もう一つ面白いのが、ちょっとネタバレを含むの。もう MC 陣、まあ、徳井くんが絶対いるんですけど、徳井くんプラスめぐみちゃんとか、徳井くんプラスホラン千秋ちゃんとか、もうスタジオ内のメンバーが2人いるんですけど、もう MC 陣はもう全部見終わってるんですよ、10話まで。だからもう最終回とどうなったか分かってるから、それに、まだブーダウたちと同じ視聴者さん側と同じで、今公開されてる分しか知らないから、もう続き気になるんですっていうゲストの芸能人が、こう、掛け合って面白さが出てるんですけど、ネタバレが結構含まれてるわけ。ちょいちょいね。もうすごいって言ってた MC の人が、もうとりあえず、もう、すごいし、駆け引きが。もう1点、2点、3点するし、もうめぐみちゃんが言ってたけど、もう名シーンが2個あるっていう。もういっぱいいいとこあるけど、もう特にこれは歴史に残る名シーンが2個残るって言ってて、もうそれが何なのかすごい気になるし、まあ、ブーダロ勝手に、もう大君と俊君カップル、あそこで何かドラマが生まれるんやろうなって聞いてたら、
思ってるんですけど、とか、もうそんな感じで、もうすごい面白いんですよ。盛り上がってる。で、もう何から喋っていいかわかんないんですけど、ブタロ結構こうさ、見てない人がブタロのこのチャンネルでは多いと思ってるから、なんかこうもう起きたことをそのまま喋ってるっていうの。なんか番組のこういうとこ良かったよねとか振り返りっていうよりかは、なんかあったことをなんか分かりやすくか分かりづらくか分かんないけど、なんか自分なりにこう教えてるっていう感じの動画じゃないですか、ブタロのって。だからその展開で、ちょっと今からはまたいつも通り話していこうと思うんですけど、これからの見どころは冒頭で言った。その辺が、このボーイフレンドの、見どころなんじゃないかなって思ってます。で、何があったかっていうと、前回さ、大くんとしゅんくんが、もう一番ね、ドラマが多いんですよ。もう最初こそ、もうすごい、どんどんお互いこう、歩み寄ってて、もうピアノの名シーンもあったよね。もう本当にいい感じだったですよ。お互いなんかこう、内心ね、なんか人には喋りづらいことも喋って、距離が近づいた。と思ったら、デート行けるんですよね。お互いちょっと両思いに近くなって。せっかくデート行けたと思ったら、そのデートがきっかけに、しゅんくんが大くんにちょっと拒絶反応が起きちゃうみたいな。理由が、温度差だったわけですよ。大くんは、もう本当に素直に、もう楽しいから楽しいで騒いで盛り上がってるんですけど、しゅんくんはもうちょっと落ち着いたデートしようよ、みたいな。価値観っていうか温度差です、本当に。もうなんかちょっと違い。でも、しゅんくんはちょっと居心地の悪さを感じて、もうそれをもう大くんに直接伝えました、しかも。ちょっと友達なのかもしれない。あなたに対してはって。この間のデートでも思ったんだよね、みたいな。で、大くんも大くんで、もう受け入れるんですよ。大人は大人で。そう、まだ大学生なのに。そっか、みたいな。で、もうちゃんとしゅんくんにも確認してね、じゃあもう僕たちはもう、これからはそういう感じなんだね、みたいな。言ったらしゅんくんは、うん、ってうなずくのはうなずいたんですよ。だから、みたいな、なんかちょっといい感じだったけど、もうお互いも、そっか、みたいな。距離開けんのかなと思ってたんですよ。だけど、この間5話、途中からと6話まで見たらさ、もうすごいよ、ここ。まだドラマ続きます。で、一回も大君はもうずっと好き好きアピールをド直球でしてたんですけど、その、しゅんくんにもう友達かもって言われたことをきっかけに、ちょっともう好き好きアピールをちょっともう控えるんですよね。で、それをした瞬間にしゅんくんは、こうちょっかいをかける。なぜか、ゴミを遠くから投げてみたり、相変わらずちょっと膝枕乗ってみたり、でも手を置こうとしたら結局は振り払ったり、またこう、もうなんか猫みたいな。なんかキュンキュンって甘えてきたなと思ったら急にもうプイーみたいな。もうしゅんくんって本当なんかある意味人間味もう本当なんかもうお姫様みたいな人なんで、もう大君はもうわけわかんなくなってるわけ。もう大君はある意味いいのかなわかりやすく。もうワン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 言ってたのに、なんか飼い主にちょっと嫌われたから、もうヒュンって感じだったのが、急にまたこう絡んでくるから、ワンワンワンみたいな。でも行ったと思ったらまたヒュンみたいな状態でもなんかちょっと辛くなってきてるわけ。わかるじゃん。もう大君はもうなんかもうしゅんくんがわかんない。もう僕はどういう対応したらいいかわかんないって。しんどくなってて。で、そんな時に、なんと、新メンバーが入ってきます。はい。でね、しゅんくんは、むしろ実はね、裏で聞いたら、いい感じだと。一回その大君に正直な気持ちを伝えて、友達でいいかもって、友達がいいかもって言った瞬間の、この距離感がちょうどいいんだっていう。もう好き好きアピールがそういうね、熱い感じで来なくなったから、なんか、やっぱり好きじゃないけど、いいかもみたいな、大君のことが。どっちってなるんですけど、しゅんくんはちょっとまだ好感度が大君に対して上がってるわけ。だけど、新メンバー、伊藤くんっていう方が実は、急遽入ってくるんですけど、冒頭に言った通り、そう突然ね、ゴーゴーダンサーの優作くんがいなくなったからその分の新メンバーとして、伊藤くんっていうね、それこそ大くんと同い年やったかな、大学生。だったと思うんですけど、大学生じゃないかもしれないが、同い年ぐらいの。で、入ってくるんですけど、その伊藤くんがまだ大くんとちょっとね、それこそ温度差が似てるんです、今度は。もうテンション、こういうテンションも合うし、会話内容も合うし、で、お互いなんか印象、恋愛対象としてもいい感じだしっていう感じで、第6話の最後でピクニックに出かけるんですけど、新メンバーも交えて。で、もういきなり伊藤くんは大くんを誘って、で、大くんも誘われたからもちろん行くじゃん。で、もう伊藤くんももうガツガツ派なんで、なんか大くんいい感じかもみたいな。なんかすごい空気回し、なんか好意的だよ今、僕はっていうことをダイレクトに伝えて、でも二人でもうキャッキャキャッキャ、もうなんか遊んでるわけ。で、もうそれを見てる遠巻きっていうの。
もう、そう、しゅんくんはそんな、こう、ガツガツさ、みんなと一緒にワイワイするタイプじゃないから、こう、クールにちょっと椅子とかなんかに座っちゃって、その大くんと伊藤くんが楽しそうにしてる姿を見てるわけですよ。で、そのしゅんくん一人でその姿を見てたわけじゃなくって、りょうたくんっていうこと、げんせいくんっていうことを、三人で、その姿をこう、見てるわけ。で、もうそれしゅんくんはもう、すっごい気分が良くなるわけ、その姿が。あんだけ僕にこう好意的やったのに、もういきなりこう新メンバーとこう親密になって、でもなんか自分はやっぱしゅんくんなりには悩んでたわけですよ。温度差があまりにも違うから、大くんは僕とは合わないんじゃないかって思ってる中の、で最近また好感度がね、大くんに対して復活してていいなと思ってるこのタイミングで、これまた新メンバーが入ってきたことによって、前回のアランくんみたいな状況ですよね、伊藤くんが。アラン君が来た時のしゅんくんもすごい顔してたから、マジかよみたいな。しかも、この二人知り合いから友達かよみたいな感じでしゅんくんちょっと引いてたから、またこう新メンバーが来た瞬間に、もうちょっと大君に対してマジみたいな、またそういう、なんか僕の見たくない姿見せちゃうみたいな、もう状況なわけ。で、ありえないんだけどってなってんのよ、しゅんくんは。もう僕をこう差し置いて、僕と一緒にいたいんじゃないの好きだったらみたいな。友達とは言ったゆえね。もう見てる側からしたらもう友達ってもう割り切って言ったやから、大君がそうやって誰と遊ぼうが別にいいやんっていう、目線ももちろんあるんですが、しゅんくんはやっぱさ、もういろんな感情で勝手にね、しゅんくんにしかわかんない感じやけどさ、周りには伝わってないから、ちょっとこっちに来てほしいわけですよ、多分。そう。でも嫉妬しちゃってるんですよ、明らかに。だけど、しゅんくん本人はもう気づいてないからさ、それが恋愛感情っていうことに。絶対あれは恋愛感情やけど、ブータローからするとね。だけど本人は認めてないから、それを恋愛感情と。もうありえないみたいな。もう本当に。でもこれは嫉妬じゃないし、みたいな。言い果てて。とりあえず、わかるっしょ、みたいな。僕を差し置いて、こんなにわちゃわちゃしてるって、なんかもう本当顔も見たくないんだけどぐらいまでなんかもう不機嫌なわけよ、しゅんくんは。で、それをりょうたくんとかげんせいくんは、みたいな感じ。そうだね、みたいな感じで聞いてくれてんだけど、優しく。そう。で、そこでもパターンですよ。そう。もうせっかく、しゅんくん、また大くんに、ハートが、こう、ちょって行きかけたかと思ったら、またシャットアウトや、これ、みたいな。で、大くんもちょっと、伊藤くんとはわちゃわちゃしてはいるんですけど、ちょっとしゅんくんのなんかもう顔に出ちゃってるからさ、不機嫌モードが。ちょっとこう、チラッチラってもう様子を伺ってるんで、大くんは大くんでしゅんくんに、こう、友達って言われたけど、やっぱりまだ、ずっとしゅんくんのことを思ってたからさ、まだ完全にはしゅんくんのハートがこう、切れたわけじゃないから、やっぱり気になってるんやなっていう様子も伺えたし、この2人がどう今後行くのか、で、その新メンバーの伊藤くんがどうこう間に入ってくるのかっていうのは見どころのポイントかなと思いますね。はい。ブータローの予想ではもう絶対この大くんとしゅんくんがくっつくか、いい感じになると思ってます。っていうのも、ここすっごいネタバレがこないだあって、それこそ。さっき進めたボーイフレンドナイトっていう動画で、ちょっとしたこう、ダイジェスト動画が流れるんですけど、そこでね、この二人実はブータ今まで言ってこなかったんですけど、大君俊君の名シーンが他にもあって、一回ね、第1話から第3話ぐらいの時に、だんだんこう歩み寄ってていい感じの時に、二人でちょっと外で喋る機会があるわけ。で、そこでさ、俊君は結構本当に魔性なんで、なんか、そうだなみたいな。この二人の関係にじゃないけど、キスをしたら、今この気持ちがどういう、こう、もやもやしてる気持ちが、こう、本当に恋愛感情なのか、それとも勘違いなのかっていうのが分かるのかもね、みたいな、的な発言をするわけよ。で、それを聞いた大君はさ、おーみたいな。結構すごいこと言うね、みたいな。で、一通り会話終わった後に、多分大君はずっとこう、キスできるタイミングを探したのかわかんないけど、立ち上がった瞬間に、ちょっとこう、しゅんくんをさ、こう寄せて、こう、ちょっとチューしようとするんですけど、しゅんくんはそこで待ったをかけるわけ。普通やったらもうそこで絶対チューするタイミングやろみたいなところなんですけど、しゅんくんはそう簡単にはさせないです。いや、今は違うよ、みたいな。今は違うよって止めるわけ。で、大君は、みたいな。なんか恥ずかしいみたいな。嘘やろみたいな。なんか僕かっこ悪いみたいな状況です。結構笑い、プラス、名シーンがあったんですけど。で、そうね。
ダイジェスト動画で、そのシーンがまた流れて、でその後にさ、もう後ろ姿やねんけど、二人でもう絶対キスしますっていう瞬間の映像が流れるのよ。これはまだ絶対公開されてない映像で、本編では。ダイジェストでしか公開されてない映像で、もう絶対それね、もうシルエットがシュン君と大君なんですよ。だからその流れ的にも。だから、こんな二人、絶対いい感じになるってことやんね、みたいなネタバレがもう出てて、そう、だから多分もうね、このボーイフレンドの、みんなが主役ですけど、中でも、多分スポットライト浴びるのはこのしゅんくん大君やと思ってるんで、徳井くんも1点、2点、3点するって言ってたから、それ多分大君としゅんくんのことなんやろうなって。めぐみちゃんのその名シーンも、なんかしゅんくんと大君のことについてな気がしてます。はい。もうここもすっごい見どころ。もうくっつきそうになったり離れたりくっついたりと、今後もすごいんやろうなっていう気がしてます。で、第2見どころが優作くんが、いなくなっちゃったっていうところなんですけど、というか、カズトくんの恋愛ってもうほんとモテ男でややこしくって、一番前回の動画で気になってるとこは、そのアランくんと、カズトくんが、デートに行けたんですよ。お互いちょっとこう、両思いじゃないけど、結び合って、気持ちがいけるようになって、どんな旅行になったのかっていうことなんですけど、なんと、結果だけ言うと、ダメでした。もうすごい、それこそ春君大君カップルじゃないけど、また別の種類の温度差の違いで、似てるっちゃ似てるか。最初良かったんですよ。アラン君が、いろいろね、昔のこう人生観の話を自分がこういう経験してきたんだっていう、こうシビアな話をカズト君にしてて、で、カズト君も真剣に聞いてくれてて、で、もうなんかお互いまたさらにね、深いところまで知れていい感じになるんかなと思ってたけど、アラン君って結構こう切り替えが早いから、せっかくいい親密な度合いになったかと思うんだけども、甘えるとこ甘えるみたいな。なんか、お風呂も、体洗ってあげようか。で、歯磨いてる時もちょっと呼吸していいみたいな。とか。でもなんなら最後寝る前には、ちょっと服脱いでみたいな。みたいな。マッサージしてあげるよみたいな。服脱いで。エロくないマッサージ。エロと思って。ね、もうなんかちょっとこう、でも見てても、ちょっと距離詰めすぎじゃないみたいな。思ってたんやけど、案の定ちょっとカズトくんは、優しいから、ちゃんと答えんねんけど、でもちょっともう遠慮してる、ちょっと引いてるじゃないけど、ちょっとそこまでは来すぎじゃない感がもう映像を見ててちょっとリアルに出てるというか。で、もう案の定さ、最後の第6話の最後がピクニックシーンなんですね。さっきもちょっとちらっと言ったけど。ピクニックシーンの時に、もうアランくんが直接言うわけよ、カズトくんに。どう思ってるみたいな。僕はもう相変わらず好きだけど、みたいな的な。こんなセリフじゃないけど、もう、ダイレクトに思いを伝え、プラス、多分しか聞いたんですよ。じゃあもう、カツト君ももう正直に、いや、でもこの間旅行行って、ちょっとこう温度差を感じて、みたいな。友達に近いかな、アラン君は。っていうことを伝えるわけ。で、もアラン君ももう大人だから、そっか、みたいな。僕もそれを聞きたかったみたいな、ずっと本音を。僕だけがこう、もうどんどんガツガツ、もうすごいアピールがすごいからさ、みんなの前でも。アラン君はもうド直球なんで、言ってたけど、なんかあんまりこう、ね、多分帰ってこないのもなんとなく感じてたんでしょうね。で、友達って言われたから、そっか、みたいな。ありがとう、みたいな、ちゃんと言ってくれてっていう感じで、なんかちょっともう、幕を閉じそうな感じなんですよ、雰囲気は。だけど、その話し終わったタイミングで、ちょっとカズト君が崖みたいなところで足をくじいちゃってね。で、アラン君ってやっぱ頼もしいからしっかりしてあるんで、もうおんぶしてくれてね、すごい面倒見よく、ちょっとかっこいい男っぽい、頼りがいのあるとこを見せてくれて、で、カズとかも甘えるんですけど、その瞬間にカズト君はどう思ったのかなっていうのはちょっと気になってる。そんなにでも展開はなさそうかなとは思ってるんですけどね。あのシーンは個人的には好きでした。そう。だからなんかアラン君、カズト君はなんかちょっとこのままブータロー勝手に予想は、もうなんか、これ以上進まなさそうかなって勝手に思ってるんですけど、わかんないけどね。で、カズト君のこと好きな人はもう2人いるうちの1人がりょうた君なんですけど、りょうた君は、そうだな、カズト君
をこう呼び出して直接話して、ちょっと恋があるよみたいなことをアピールしてたと思うけど、まだこの二人としての進展はそんな物語はブー太郎が見てる中ではあんまないかなって勝手に思ってる。で、一番大きかったのが今回そのゴーゴーダンサーの優作くんも勝人くんが好きなんですけど、ここのドラマが良かったって勝手に思ってて、で、先ほど先に言っちゃったけどもうね、出てっちゃうんですよ、優作くんが。ね、まだみんな誰もメンバー知らないんですね、出ていくこと。で、これコーヒーショップをやるシーンがあるって言ったと思うんですけど、毎日2組で。で、もうずっと番組的に番組の人が1人君は今日は行ってください。で、その指名された1人は誰か好きな人を指名して2人でコーヒーショップ経営してきてね今日はっていう感じでいつもやってたんですけど、だんだんね、回が進むごとに設定が変わってきちゃって、もう好きなもう立候補してくださいみたいな。今日行きたい人は立候補してもらって、その立候補した人が誰か好きな人を選んで行ってきてくださいっていうルールに変わって、じゃあさ、優作くんがもう急にはいって一番に手を挙げて、で僕、カズトくんと行きたいですって、もう行くわけよ。で、その理由としては、もうやっぱアランくんってさ、カズトくんは旅行も行ってるし、もう親密、もうベッドはツインだったのダブルだったのっていうのも気にするぐらい、もう本当に、なんか昨晩何があったのってもうずっと気にしてるぐらい、もうカズト君のこと気になってて、ゆうさく君は。そう、だからもうそんな旅行の後やから、もう多分距離を縮めたかったんでしょうね、カズト君と。で、行くわけですよ。そう。で、コーヒーショップ、終わって、二人きりで話すシーンがあるんですけども、そこで、急にね、もう言うわけ。もう実は、僕、本当に、カズト君が、すごい一目惚れっていうか最初の第印象が良くて、みたいな。もうちゃんと気持ち伝えてさ。で、もう僕出ていくんだよねって、そこで言うわけですよ。いろんな気持ちを、正直な気持ちを伝えた上で。ねえ、もうカズトくんからしたらびっくりなわけよ。みたいな、出ていくんですかみたいな。でね、カズトくんね、実は、第一印象っていうかその番組に出る前からゴーゴーダンサーの優作くんのことは認知してて、なんなら推し結構多分好きなんですよ。だからタイプではあるはずなんですよ。で、そんなタイプ、芸能人なんでしょうね、多分カズトくんから見た優作くんって。そんな芸能人みたいな子が僕のことを好きになるわけがないっていう印象やから、好意を持ってるんだよっていうことを伝えてくれた時に、もう驚き、轟きだったわけですよ。そう。でもなんかちょっと嬉しそうなのね。なんか、ボータロの目が節穴でなければ、カズト君って、いろんな人に言われてるけど、なんだかんだ優作君が一番気になってるよねっていう、なんか目をしてる。だからその好意あることを伝えられた時のカズト君の顔も、なんかほんまに嬉しそうっていうか、そう。で、なんか、そんなもう感じで雰囲気、これからこの優作くんとカズトくんいい感じになりそうじゃねと思ってるタイミングで、出ていくのかよみたいな。でしかもなんならもう最初から決まったらしくって、仕事の都合上で海外に行かなきゃいけないから、優作くんはもう泣く泣く出ていきますみたいな。マジかみたいな。で、なんかちょっともう心なしかカズトくんはちょっと顔が暗くなってて、で、ゆうさくくんね、もう最後もなんかさ、メンバーの絵をね、描いてんの、スケッチブックみたいな。ね。ゆうさくくんがもう出てった後にね、そのスケッチを見つけるんですよ、カズトくんが。で、うわーってなって、こんな絵描いてくれてるよ、みんなって感じですごい感動シーンがあったり。そう、ゆうさくくんが出ていくシーンはね、もうみんな泣いたりとかしてましたね。みんなも知らなかったから当然、一番最初に聞くのがカズトくんなんですけど、そのカズトくんに言ってからメンバーに打ち明けてね、そう、もうみんな嘘でしょみたいな。もう鶏肉事件もあったけどさ、大君が結構家計簿をつけてたんで、こう会計士みたいなことをしてたから、鶏肉のね、値段がこう、費用としてかかりすぎてるからちょっとなんとかしてくださいっていう、事件が起きるんですけど、そんな大君も、もう、まだ鶏肉買ったのに今日もみたいな。どうすんだよみたいな。明日みんなで鶏肉食べてねみたいな。なんか鶏肉でも感動の展開に行くのかよと思って、なんかちょっと笑っちゃったんですけど、ブー太郎は。そう、感動的な別れもあって。そこも今後見どころかな。なんか、カズト君はこう、優作君がいなくなって、でも気持ちを聞いてはいるからさ、一方的に。でさ、優作君がずるいのはさ、もういいから、お返事は、みたいな。僕はもう、この気持ちを君に伝えたかっただけなんだ、みたいな。なんかちょっとなんかさ、一見感動やけど、ちょっと違う目線で見たらちょっとずるくね、それ、みたいな感じで綺麗に帰っていくからさ、あの人。そう、絶対カズト君多分ちょっと、こう、心をえぐられてると思うんですよね、今頃。
今頃っていうかもう終わってると思うけど、今後だからカズト君の気持ちの変化、なんか気づくんじゃないかなと思ってて、いなくなることによって自分優作君好きかもみたいな展開になりそうって勝手に思ってたりとか、で、そんな優作君、優作君はもうすごい爪痕を残して帰っていったから、それにこう感化されてじゃないけど刺激を受けて立ち上がったのが、玄生君っていうね、ちょっとあんまりブタの動画では喋ってなかった子がいるんですけど、その玄生君がもう、めちゃくちゃ、動き出します。で、玄生君はりょうた君のことが好きなんですけど、そもそもはね、りょうた君が、玄生君を最初に誘うんですよ、コーヒーショップに。だから勘違いしちゃうんですね、早い話。玄生君は、りょうた君僕に気あるかも、みたいな。でも本当それはただの勘違いでしかなくってそれも本人も気づくんですよ、早い段階で。あれみたいな。なんか、僕のこと好きと思ってたけど、なんかデートも行けないし、両思いになったら行けるデート。僕は、そのりょうた君って書いてたのに、あれ、デート行けなかったってことは、りょうたくんは僕のこと好きじゃないってことって、もう薄々だんだん気づいてって。だけど、最初は勘違いから始まった、ね、きっかけではあったけど、玄生くんは、りょうたくんをこんだけ意識してるってことは、僕は多分きっと好きなんだってことで、もうちょっと、急にアピールがすごいしだすわけよ。そう。でも、ことごとく、もうりょうたくんはりょうたくんで、今はもう和人くん一押しですから、一筋ですから、全然玄生君にはもう全く向いてないわけですよ。で、もうそれもピクニック、最後の第6話のね、もうピクニックも地獄のピクニックってタイトルだったんですけど、ほんと地獄、もういろんな感情が入り混じって大変なことになってるから、それぞれで。そう。で、それをりょうたくんはさ、もうずっとアランくんとカズトくんを遠目から見てるわけ。そう。二人で仲良く旅行行った後も、ね、ピクニックに来ても二人一緒ってことはもういい感じなんやな、この二人はにしか見えてないわけよ、りょうたくんからしたら。でも先ほど言った通り、このピクニックの状況でアランくんとカズトくんはもうちょっとこう、終焉モードになってんのよ、実は。そう、でもりょうたくんはそれに気づいてないからさ、うわ、二人いい感じなんかよ、みたいな。で、それにちょっと嫉妬したりょうたくんは、目の前に玄生くんがいるのにもかかわらず、いや実は僕、カズトくんのこと好きなんだよね、みたいなことをボソって悪気なく言っちゃうわけ。で、もう玄生くんは、もう薄々自分にはハートは来てないっていうのは分かってるけど、それが誰にね、好きなハートが向いてるのかまでは知らなかったから、そこで初めて、うわ、りょうたくん、カズトくんのこと好きなんだって気づく、もう、すっごい複雑な感情が顔に出てて、めっちゃ切なかった。もう、玄生くんってめっちゃ可愛い子なのね。もう、豚が一番メンバーの中でちょっと友達になりたいと思ってる子で、もう絶対いい子なんですよ、あの子。もう本当に。そう。かわいそうみたいな。そう。でね、そのピクニックでいるのは、さっきもう話戻るけど、しゅんくんはずっとね、大君とその新メンバーの伊藤君をこう遠目から見てありえないんだけどってなってるやん。で、りょうた君は今、アラン君とカズト君を見てありえないんだけどってなってて。で、りょうた君がボソッとマジでこの状況、地獄でしかないんだけどみたいな。なんかありえないんだけどって、りょうた君も言うんですけど、一番今目の前にいる玄生君も地獄なんですけどっていう状況わかる？いやーでしょ、マジで。もう恋愛っていうか人間関係ってもう複雑やなって思いましたね。そう、ちょっと簡潔になるけども、こんな感じで今日はやめとこうかな。もういろいろまだまだ語りたいことあるんですけど。そう。だから、これをね、豚の話を聞いて気になる人は、もうネットフリックスの YouTube で、いろいろちょこちょこわかりやすくしたダイジェスト動画とか、とにかく、ボーイフレンドナイトが面白いから、そこ結構ネタバレも含まれてるし、いろんな振り返りで、もうわかる、そうやね、そうやねっていうので共感できるから、ボーイフレンドハマってる人はその動画もおすすめです。そう、もう本当に、もうこれからの展開すごいらしいですからね、MC 陣曰く。そう、いろんなドラマがあるみたい。多分これ恋愛だけじゃなくて、一人ね、韓国人の人、まだあんまりスポットライト浴びてない人がいるんですけど、テホン君っていう人がいて、その子はちょっと、まだカミングアウトをしてない。なんか親にカミングアウトしたい事件じゃないな。なんかこう、感動な、そっち系のヒューマン系もありそうな予感がしてる。なんか聞いてた話を。ボーイフレンドナイトの話内容を聞いてたらね、テホン君でもドラマが一つあるよっていうのを教えてくれてたから。
もうそう。もうとにかく、またブートローも来週見てね、語りたくなったらまたこの動画で語りに来ると思うので、また、全くね、興味ない人の方が多いと思いますけど、ブートローのチャンネルでは、また聞いてくれたら嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。またよかったらチャンネル登録やグッドボタン、コメントなどもよろしくお願いします。ではでは、またね。ちゃんと伝わったんかなこれ、ブートローもうめちゃくちゃ喋ってるけど。ありがとうございました。